レーン社長、トランプが全世界に関税をかけたんだけど、日本の経済が終わるって本当？あと世界恐慌が始まるとか、第3次世界大戦が起こるって聞いたけど、どこで聞いたんですかそんなこと。ネットやテレビで。状況から言うと、今年の4月4日から、トランプさんはアメリカに対する全ての輸入品に 10% の関税をかけました。無人島すら対象です。ペンギンしか住んでない島にも関税だろ。さらに国によっては追加の相互関税。日本の場合は 24% ですね。これに対して、メディアはまた、日本車が売れなくなって日本の景気が終わるとか、新しい世界大戦が始まる、とか、危機感を煽ってます。まあ、メディアが不安を煽るのはいつものことなので。でもさ、24% って高すぎじゃね？いえ、日本は軽症な方ですよ。はっきり言います。みんな悲観的になりすぎです。むしろ日本にとって、このトランプ関税はいいことかもしれないぐらいです。いや、無理があるって。今回のトランプ関税で誰の HP が一番減るのかランキング方式にしてみました。出しちゃいます。じゃん。あれ？日本低い方じゃん。一番ダメージを食らうのはベトナムとカンボジアです。アメリカに輸出依存してるところに 45% 超えの関税へ、もはや殺意を感じます。殺す気満々ですね。助走をつけて殴りつけた上で、倒れたところに蹴りを入れてます。さらに死体の上で屈死して金玉へ。しかしひどいですよね。ベトナムとかは脱中国の流れで新工場王国、と期待されてたのに、その夢も潰すんですから、本当にご愁傷様です。勝手に殺すなよ。韓国も電子、半導体依存が高いので、半導体ってちょっと高くなるだけで競争力が落ちな業界なので、韓国車も日本に比べてアメリカ現地で生産してないですしね。お察しします。ドイツでは高級車がお亡くなりになるかも。日本は短期的には痛いんですけど、輸出先が多角化されてるのでマシです。それどころか、長期的には得するかも。何を言って？今回は全員苦しむけど、唯一笑うのは、立ち回り上手な国っていうイベントだからです。なんかもう、ラノベとかのご都合主義の追い風ですよね。トランプの政策って関税と反 EV じゃないですか。EV って売れすぎたトヨタのハイブリッド潰しって言われてるんです。そんな日本だけが儲けてるのが面白くなくて打ち出したのが EV シフト、バイデン政権の時期ですね。EV って別にエコじゃないですし、完全な政治ゲームです。そこにトランプさんが来ました。反 EV で EV への補助金廃止し、バイデン政権の EV 優遇政策を骨抜きに、ほら、なんか取りがちって感じしませんか？いやいや、関税でトヨタも売れなくなるだろ。いえ、現地生産の割合がかなり高いんですよね。本当だ、他の外国の会社に比べるとマシだ。もう何十年もアメリカにいじめられてきたので、対策はバッチリなんでしょうね。やりますね。しかも工場も、テキサスやケンタッキーとかのトランプ支持層の州に直撃配置されてます。とはいえ、トヨタも無傷じゃないです。エンジンや部品は、日本やアジアから輸入してるので、でも比べると、テスラ以外の EV はほぼ輸入で、アメリカ生産がゼロに近いので、つまり、もし今回のトランプ関税でガソリンの値段も上がれば、燃費がいいトヨタの一人勝ちに、戦争が始まるよりは現実的では？やりますね。まあ、世間で言われてることが全てじゃないってことな。でも日本から輸入する車は減るから景気になるんじゃ。今だってほとんど現地生産してるんですよ。収益は日本の親会社に還元されるので、あと、今だって日本で新車買うのに6ヶ月待ちとかなので、これを機にぜひ日本で売ってほしいですよね。なるほど、損するだけってわけでもないし、損もそこまで致命的ではないってことか。はい、日本のメディアは不安煽りしまくるので、ある程度無視した方がいいです。株やってる人以外は。とにかく、トランプ政権は今のところ、ある程度日本車に有利ですし、EV 排除は最大の好条件ですよ。トランプ関税で損する国1位がまだ出てないんだが、じゃあ出しましょうか。アメリカが1位？なんだこれは、たまげたな。はい、当たり前ですよね。第1に、アメリカって輸入依存国家なんですよ。家電や服はアジア、車は日本やドイツ、食べ物も薬もヨーロッパから、ガソリンも値上がりするでしょうね。原油も一部カナダ、メキシコ、中東から輸入して、製油所の機械は日本やドイツ製、電気代も上がります。火力発電の燃料ガスや石炭の一部は輸入してるので、水道代も上がるかもしれません。水道管、ポンプ、処理設備の多くが海外製品依存です。そしたら、インフラ整備予算が削られる可能性が高いです。修理費も材料も高騰するので、つまり老朽化放置、サービス低下、でも量金は上がるという地獄ループに入る可能性があります。地獄じゃねえか。日本では米の値段が上がったけど、アメリカは今後、米だけじゃなく、すべて値上がりするってことか。個人的には薬の値段が上がるのがやばいと思います。すでに世界最高レベルに、ぼったくりなアメリカ医療費が、さらに上がるわけですから、例えば日本で MRI 検査で1万円して、アメリカだと30万円ぐらいだとします。MRI 導入コストは3000万円ですが、今後はトランプ関税で3600万円超になるとしたら、さて、アメリカの MRI 検査はいくらになるのでしょうか。想像したくねえな。とにかく、アメリカでは今後、ほぼ全てのものが高くなるでしょう。アメリカ国民は苦しいと思いますよ。マジか、日本にいると、日本が今後やばいとしか言われないから、わからないものだな。まあ、そうですよね。じゃあ、わかりやすくゲームしてみましょう。今日、石破関税が発動します。すぐには影響は出ません。でも時期に、日本のすべての物価が上がります。食べ物、薬、生活用品、ガソリン、電気、どれも20、40% 上がります。
昨日まで3000円で買ってたユニクロの服は4200円に、ガソリンはリッター200円から250円に、9万円のスマホは13万円になります。食べ物も値上げですよ。いや、死ぬだろそんなことされたら。これが石破マジック、石破関税です。メイク、ジャパン、ブレイト、アゲイン、どう思いますか？私には失うものないからな。ブックは、いや、シャレになってないんですよね。それ、思ったんだが、海外のブランドだけじゃなくて、アメリカブランドも値上げだもんな。はい、例えばアメリカの会社、ギャップの T シャツでも、メイドインバングラディッシュなら課税でアメリカでの値段が高くなります。iPhone も、設計はアメリカですけど、部品は台湾、日本、韓国、ヨーロッパ、やっぱりバカ高く、アメリカが自爆してるだけじゃん。そうですよ、中長期的に見れば、今更気づいたんですか？ニュースで日本やばいってずっと報道してるけど、一番やばいのはアメリカか。今の日本のメディアって、転んで膝をすりむいた日本の不安を煽って、ガンが見つかったアメリカをガン無視してる状態ですから。てか、なんでトランプはこんなことしたんだ？自分の首を絞めてるだけだろ？それはですね、低所得層の受けを狙ってるのかと。つまり、アメリカから工場がなくなったのは海外のせいだ。アメリカは外国に搾取されてる。そういう考えが、トランプを勝たせた低所得層の考えかと。トランプはそういう人たちに、俺は戦ってるぞ、というポーズを見せてるんだと思います。政治の支持の方が、経済より大事って考えたのか。実際は、関税は税金なので、最終的にはアメリカ国民が払うのと、相手国もアメリカ製品に報復関税をかけるので、アメリカが得するってことはないです。アメリカの将来が読めないこの状態では、海外からの投資も減るので、成長率も落ちるでしょうね。バカすぎるだろ。政治の支持だけじゃ説明がつかない。他に理由があるんじゃ？他には、例えば最初にひどい条件をふっかけて、後から撤回するからこの条件を飲めって情報を引き出すかも。日本の場合、思いやり予算を増やせば関税を半分にしてやる、みたいな、不動産ビジネスのトランプさんならやりそうでは？なんかみたいだな。押し付けだろ。バイデンの時もエコや LGBT を押し付けてきたので、いつも通りな気もします。中国が早速アメリカに関税やり返したらしいけどさ、日本もやり返した方がいいんじゃね？私はやらない方がいいと思います。その方が得するからです。日本はアメリカとの貿易で8兆円にしてるわけです。日本の方が失うものが多いんですよ。つまり日本が報復関税して、アメリカがさらにやり返すのループに入った場合、より多く損するのは、失うものが多い日本でしょ。なるほど。冷静、したたか、感情を乗せない日本外交の王道のままでいいと思います。王道を行くソープ系というわけか。さらに中国に続いて、ヨーロッパやカナダとかも、多分報復関税します。世界中がアメリカと関税合戦に突入しようとしている中で、日本だけ、冷静な立ち回りをすればどうなるのか？もし日本以外の関税がどんどん高くなれば、儲かるのは日本でしょうね。これが漁夫の利ってことです。短期的には損するけど、長期的に儲かる可能性もあるので、これもメディアが言ってるほど悲観的にならなくていい理由です。でも何もやらないと、アメリカの犬じゃん。だからアメリカの属国みたいにバカにされるんだよ。それは、トランプさんと同じですよ。もし石破さんが、支持率とパフォーマンスのために報復関税したら、ネットでお祭り騒ぎになるでしょうけど、最終的には国民全員が損しますからね。アメリカの首を絞めたトランプさんと同じじゃないですか。確かにそうなるのか。なんでアメリカはこんなやつ勝たせたんだ？頭おかしいのか？そんなことはないですよ。今日本って景気が悪いとか未来がないとか言ってますけど、それはアメリカも同じで、トランプが生まれたのは国の将来が見えない、誰も私たちを救ってくれないっていうアメリカ人たちの絶望と怒りの結果なんですよ。家は買えない、車も高い、子供は大学に行けない。50年前は工場で働けば家を持ってたのに、今はウーバの運転手でカツカツ、学生ローンで大学出ても報われない、結婚、出産、住宅取得、全部高すぎて無理。今のアメリカの世代は、親世代より貧しくなる初めての世代って言われてるんです。悲惨だな。どこの国も同じってことか。さらに、地方と都市の格差がエグいです。ニューヨーク、シリコンバレーは景気いいけど、中西部やラストベルト、鉄鋼、自動車地帯はゴーストタウン化してます。雇用がなく、店も潰れ、薬物中毒が蔓延。なのに民主党も共和党も、結局金持ちの味方。メディアはフェイクばかり。SNS は分断の温床。誰も私たちのことなんか見てない。と苦しんでいたところ、トランプが登場してエリートをぶっ壊す。国境を閉じろ。関税で外国をやっつけろ。それを聞いて低所得層が、やっと俺たちの言葉を代弁してくれる奴が出てきた。彼なら救ってくれるって思ったのかもですね。でも結局、トランプ選んだアメリカ人のせいじゃん。世界経済が終わって大恐怖に陥ってる。それも違いますよ。混乱している状態です。それにアメリカ人は選べる人がいなかったんですよ。日本でも自民党と立憲民主党、どっちもクソで入れたくないって人多いでしょ。アメリカでも暴走トランプと役立たずのバイデン、ハリス、どっちかに入れるしかなかったんですよ。かわいそうでしょ。理解してあげましょうよ。つまり、バイデンに関しては、インフレを止められずアメリカを苦しめ、EV 推進や環境重視で電気代や燃料費が高騰、不法移民も急増。ハリスは実績ゼロでスピーチも空回り、ポリこれのために選ばれただけって評価です。アメリカは二大政党制、なので、トランプとハリスの二択、つまり、うんこかおしっこの選択肢しかなかったんです。だからアメリカ国民のせいにするのは違うなーって感じです。トランプはやばいけど、バイデンももう無理って大体の人が思ってたでしょうから。
とにかくですね、今回のトランプ関税で最も深刻な、見えにくいダメージは、アメリカという国への信頼の喪失でしょうね。急に理不尽な関税来たしな。国際秩序のルールを作ってきた国が、自分でそのルールをぶっ壊したんです。アメリカって、契約を守る国で、外交でもビジネスでも、表向きには裏切らない国で、自由貿易もどれもアメリカ主導でやって、この、信頼のブランドがあったからこそ、世界中の企業、国家はアメリカをリーダーとして認めてきたんですよね。それが今後、国際的にアメリカへの不満が溜まった場合、硬くなってんぜ、溜まってんなおいってことか。誰が世界秩序を守るのでしょう？ EU ですか？まとまりが弱すぎます。日本でしょうか？謙虚すぎて無理だと思います。なので私は、アメリカが地に落ちた後の世界が、一番不安ですね。なるほど、珍しく今日は真面目に話してたな。そうですね。そういえばうちさ、屋上あんだけど。焼いていかない？いいっすね。行きましょうか。今日はぬわーん疲れたもーん。喉乾きましたね。アイスティーしかないんだけど、いいかな？